ることがありまして、今度しほちゃんと一緒に動物園の飼育員体験に行くことになったんだ。まあ、しーちゃんと。いいないいな。飼育員さんになれるなんてすっごく楽しそう。どんなことをやるのかはもう決まってるの？詳しいことはその日に教えてもらえるみたいなんだけど、動物のいるスペースを掃除したりご飯をあげたりできるらしいんだ。あら、素敵ね。私も大きな動物にご飯をあげてみたいわ。大きな動物か。キリンとかゾウと会えたら楽しそうだね。どうなんだろう。屋内だからそんなに大きいのはいなそうだけど。でもバクとかエミューはいるって前にテレビで見たことあるよ。へえ、そうなのね。普通に生活してて触れ合える動物じゃないし、貴重な体験になりそうじゃない。いつもはサモちゃんとか飼育小屋のウサギしか触ることないからすっごく楽しみなんだ。その職業体験って再来週の土曜日なんだっけ？そうだよ。ちょうどお仕事がキャンセルになった日だったから行けるってなったんだ。そっか、なるほどね。はるかちゃん？みのりのお土産話楽しみにしてるよ。話だけじゃなくて普通のお土産も買ってくるから待っててね。期待してるわよ。楽しんでってね、みのりちゃん。ついに始まったね、職業体験。落ち着きなよ。というか他の学校の人も結構いるんだね。飼育員の体験なんてめったにできないし人気なんじゃないかな。私たちも来れてラッキーだったよね。へえ、いろんな学校の名前が書いてある。上から50音順みたいだね。宮益坂女子学園はミータから。あった、ハシビロコウとリスのいる草原地帯エリアの担当だって。リス？なるほど。餌やりと掃除。そこまでやらせてもらえるんだ。本当に飼育員って感じ。リスは木の実とか食べそうだけど、ハシビロコウは何食べるんだろう。大きい鳥だし魚とかかな。ダチョウとかは何でも食べてる気がするけど。まあその辺は後でわかるんじゃない？餌の準備と餌やりと掃除か。意外とやることあるね。うさぎ小屋の掃除でも結構時間かかるもんね。よし、ついに私たちの飼育員としての第一歩が
始まるんだね。待っててね、リスちゃん、ハシビロコウちゃん。私が今日一日みんなのお世話係になるから。そんなに大声出したら。ちょっと声を抑えたら、みのりの場合、いろんな意味で目立つとまずいでしょ。確かにそうかも。ありがとう、しほちゃん。